皆様、本日はですね、こちらのキュウリを使って、キュウリのキュウちゃんをね、超えるような、やみつき度 100% のキュウリのバリバリ漬け、やっていきたいと思います。はい、皆さんね、ご存知のキュウリのキュウちゃんあると思うんですけども、あれ、歯ごたえとんでもないと思ったことありませんか？あの歯ごたえをね、今回は目指そうかなと思っております。まあ、とってもね、簡単なんですけども、まずね、キュウリ、こちらのキュウリをカットしていきます。こんな感じでカットしていくんですけども、厚みで言うと薄すぎてもダメなんですよね。これぐらい。1センチあるかないかぐらいかな。これぐらいの厚みに切ってください。そしたら、はい、もうすでに僕はもう用意しているんですが、カットしたらこちらのキュウリを、はい、見てくださいみんな。こんな感じで、重ならないように油跳ねを防ぐような網とか、あとザルでもいいですね。こういうザル。こういうザルとかに重ならないように並べて、1日だけ天日干ししてください。晴れてる時じゃないとダメですね。だから午前中に干したら、もう夕方には完全にできてるって感じです。それだけ。この干すっていう作業をするだけで、栄養価がめちゃくちゃアップするんですよ。しかも何より食感。これがね、ものすごいバリバリっていう。いつもは多分シャキシャキとかポリポリとか多分そんなもんだと思うんですけど、そんなもんじゃないな。弾力のある、噛み応えのある、なんかバリバリっていう感じの食感になるんですよ。なので、これをね、ぜひ皆さんにやっていただけたらなと。で、天日干しね、これから梅雨の時期になっちゃうんであれなんですけど、食品乾燥機ある方はそちらをね、使っていただけるとマジで早いです。っていう感じで、まずはこちら、干しきゅうりを作ってあげてください。よく見て、触ってみるとわかるんだけどね、乾燥はしてるんだけど、ちょっとね、ブニッとしてる感じ。ただ水分がめちゃくちゃ抜けてるんですよね。この状態になってると、味の染み込みもめちゃくちゃいいんですよね。僕はね、天日干ししちゃってるんで、一度軽く水洗いします。中にはもうこんな感じでめちゃくちゃもう乾燥しきってるのもある。これも最高だよ。そうしたら、漬け汁作っていこうと思うんですけど、まずは、生姜ですね。生姜たっぷり。もう少し少なくてもいいけど、僕は生姜たっぷりがいいんで、これぐらい用意します。で、今回入れるのはこちら。ニンニクですね。フレッシュのニンニク。こちらを2かけ入れます。まずは、生姜から。で、生姜は、僕たちはいつも通り、皮はそのまま使います。洗って気になる皮の汚れの部分だけ取って、あとは皮ごと使います。まあ、気になる方は皮全部切っちゃってもいいです。そしたら、千切りに。はい。生姜は千切りにして、ニンニクはいつも通り半分に切ったら、これないな。ここですね。ここの部分に芽があるんですけども、こちらの方はね、取ってあげてください。はい、こっちはあるね、片側。これを、こうやって、もうこれ取れてるわ。こんな感じで取ってあげてください。そしたらこれをみじん切りにするだけですね。そんなに細かくしなくていいですよ、別に。粗みじんぐらいで。そんなに気にせず、適当でいいです。続いてはこちら、大葉ですね。5枚ですね。よく水洗いして、水気を切った大葉。そしたら、大葉のここの部分ですね。ここの部分だけは切り取ってあげて、まあ最初はこう丸めて、こんな感じで切っていくんですけど、その後に、ちょっと裂いてください。こんな風に。さらに細かくであるように。こうやって裂いてあげると、大葉の香りがより引き立つんですよ。なので、こうやって裂いてあげてください。こんな感じで、これで包丁を使う作業は以上です。簡単。そしたら、火にかけていきたいと思うんですけども、まずは先ほどカットした生姜の千切り全部入れて、みじん切りのニンニク、こちらも全部入れます。そしたら、ごま油を少々。わかるかな？ほんの少し、こんぐらい。で、火にかけて、ほんの少し香り出します。これ、焼きすぎないで。ほんの少し、香りがちょっと立ったらもうその時点で止めちゃっていいです、一回。香りをね、より出したいっていうだけなんで。もういいです。香りが結構してきました。これで止めてください、一回。そしたら、ここに調味料入れていきます。まずは、はい。
お酒、こちらを大さじ2。続いてこちら、みりん。これも大さじ2。もうちょうどなくなった。続いてはい、醤油。こちらを大さじ4ですね。続いてこちら、めんつゆ。こちらを大さじ1/2。めんつゆがない方は、本だしとか、とにかく和風だしをですね、入れてほしいですね。白だしでもいいし。続いてこちら、水洗いした乾燥椎茸1個。こちらはね、なかったらなくても十分美味しいんで、もしあったら旨味がね、追加されるんで入れてください。はい、続いてこちらですね。豆板醤。こちらを小さじ1/2。もう豆板醤はね、もう絶対入れてほしい。小さじ1/2ぐらい入っても全然辛くないんで、お子さんでも食べられる辛さです。続いてがこちら、砂糖ですね。砂糖は大さじ1。で、最後にこちら、お酢。こちらを大さじ1。もっとね、酸味が欲しい方は大さじ2入れたり、煮詰め終わった後に最後大さじ1足してあげてください。そうするとね、酸味の効いた美味しいタレになります。そしたらこちらを火にかけて、沸騰させます。煮詰めすぎはダメなんだけど、アルコールと僕の場合は酸味が多少飛ぶまで、結構しっかり火にかけます。はい、こんな感じでよーく熱してあげたら火を止めて、ほんの少し味見します。いや、もう完璧。はい、これでね、つけだれは完成でございます。あとは粗熱を取れるまで待ってください。ではこちらですね、先ほどのきゅうりですね、干したきゅうりと大葉を入れたものになります。こちらに粗熱を取ったつけだれ入れていきたいと思います。そしたらこちらに塩昆布小さじ1、唐辛子、こちらをお好み量なんですけど、今回は1つまみにします。こんなもん。そして最後、いりごまですね。いりごまを入れて軽くかき混ぜてあげたら、ちょっといりごまが少なかったんで後で買い足しときます。こちらできゅうりのバリバリ漬け完成です。皆様こちらちょっと見てください。もう浸かり終わって2日目のやつなんですけども、こっからさらにもうちょっと分厚いきゅうりをつけたいと思ってつけてみたんですよ。一番最初のやつがこちら、厚みこれなんですよ。これでもめちゃくちゃ美味しいんですけども、2つ目ちょっと分厚くして切った方見てください。こんな感じ。こんな感じの分厚さになってめちゃくちゃ弾力あって美味しいんですよ。なんでこれはもうお好みによるんですけども、一番最初にお伝えしてた厚みあるんですけど、そちらでもいいですし、ちょっと分厚めがいい方はこれくらいの厚さで切ってみてください。で、天日干しの時間なんですけども、この時期夏ですね、朝から夕方まで1日天日干しするとどんな感じになるかっていうと、この真ん中だね、この真ん中ぐらい、これぐらいしぼむんですよ。個人的には天候にもよるんですよ。なので半日で一度見て、これぐらいだね、シワが周り寄っててこれぐらいの大きさになったらもう漬け時だと思います。一番最初の厚みの方は結構やっぱね、ここまでねちっちゃくなっちゃうのもあるんだよね。厚みにすると天候が良すぎたりすると。これ1日天日干ししたものなんですけど、これでも美味しいぐらいめちゃくちゃ美味しいんですけど、ただこれだと歯応えはあるんだけど食べ応えがねちょっと物足んないと思うと、もう皆さんのお好みでもうちょっと水分を取りたいか、水分を少し残した状態でつけたいかのお好みだと思うんで、時間も参考にしつつ厚みも参考にしつつね、皆さんのお好みでねぜひカットしていただけたらなと思います。ということでちょっとね皆さんにね比較で分かるように作ったのもあるんですけど、これもねせっかくなんで全部漬け込みたいかなと。ただ2回ぐらい使ったのかな、2回ぐらい使ってさすがに新しいのもう1個作りたいなと思って、めちゃくちゃ美味しかったんで同じ漬けだれを作ってもう一度こちらね漬け込みたいと思います。ということで、こちらで悪魔のバリバリきゅうり完成です。こちらですね、丸1日漬けたものになります。もうね、1日漬けただけでも、もう見た通りめちゃくちゃ味が染み込んでてめっちゃ美味しいんですよ。で、何よりね、ずっとお伝えしている通り、
歯ごたえ。この弾力ある歯ごたえがもう全然違うので、ぜひ皆さん試してみてください。ということで、こちらね、これから実食していきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。乾杯。いただきます。いい音。もうやっぱ食感が全然違う。全然違うよね。本当に違う。なんだろうな、これちゃんと弾力ある感じだよね。普通にさ、つけるだけだと結構もうサクッと折れちゃう感じじゃん。じゃなくてちゃんと噛み応えがある感じやん。完璧だ。マジで本当にこれ試してもらいたい。干すだけでこんなに変わるんだもんね。めっちゃ違う。しかも絞らなくていいっていう作業があるから、あれ大変じゃん、やっぱ、女性の方だったら。それがないし、もうだって本当にベランダに放置してるだけだもんね。マジで生姜がねめっちゃ効いてんのとニンニクも効いてるからめっちゃご飯進む。きゅうり以外にも本当にいろんな具材が入ってるから、おかずに最適だよね。俺はこの辛みが好き。あと自分で言うのもなんだけど、マジで美味しすぎて噛めば噛むほどねめっちゃ味が出てくんだよね。これすごいよね、本当に。本当にうまい。リアルにそこら辺で売ってる市販の漬物とかよりも全然うまいよ。これさ、今回多分さ 2回目につけて結局全部で10本以上あるんだけど、マジで体積がなくなりすぎてしぼんでるからバクバクいけるよね。でしかもこれで干すと栄養価が高くなるから、めっちゃいい。でしぼんないからさ、そのきゅうりに含まれてる栄養素も逃がさないから。うまい。ちょっと待って、早い。うまい、マジで。うまいよね。あとベランダでこれ干してたんだけどさ、楽しいよ。見に行くたびにだんだんしおれていくからどんどんちっちゃくなっていく。うまい。最後のこれだ。それでいいと思う。いやでもマジでこのきゅうりもほんともちろん美味しいんだけど、生姜だけでも全然ご飯がいく。ちょっと囲んじゃう最後。マジでうまい。うまい。ということで、本日はですね、悪魔のバリバリキュウリを作らせていただいたんですけども、どうでした？うまかった。今まで史上最高の食感でした。本当にキュウちゃん超えよ。キュウちゃん超え。本当にね、キュウリのキュウちゃんが好きな方にはね、ぜひね、こちらのね、食感、まあ、ご存知の方もいると思うんだけど、食べたことない方は、今までのね、その漬物のキュウリを、ほんと覆すような、驚くような歯応えになってますので、ぜひ皆さん試していただけたらなと思います。で、しかもね、作り方はね、ちょっとした一手間なんだけど、ただ干すだけでいいので、普段はさ、やっぱりこう、絞ったりとか、余計な水分を抜いたりしなきゃいけないっていうこの力作業が入るんだけど、そういうのもいらず、ただほったらかすだけでいいので、ぜひ皆さんね、試していただけたらなと思います。で、今回はですね、この食感だけじゃなくて、味付けもね、個人的にはめちゃくちゃ推してる味付けなので、で、この生姜めっちゃ効いてるのもそうなんだけど、あと、ニンニクなんだよね。ニンニクがめっちゃ効いてるのと、あと豆板醤、ちょっとした辛みが加わることによって、めちゃくちゃご飯も進むんですけど、お酒もね、めっちゃ進む味付けになってますので、いつも通りね、めちゃくちゃ美味しい悪魔シリーズになってますので、ぜひ皆さん試していただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。